参照型とリスト型のプロパティを作成する方法を説明します。ドロップダウンリストでロボットのノードを選択できるプロパティやアクシスを表示するプロパティを作成します。モデリングタブを開きます。コンポーネント。新規を選択し、コンポーネントを作成します。ジオメトリー。フィーチャー。ブロックを選択し、ブロックを作成します。動作設定。ビヘイビア。その他。Python スクリプトを作成します。Python スクリプトダイアログが開くため、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。コンプイコール getComponent と記述し、Python スクリプトを設定しているコンポーネントを取得します。プロップイコール comp.getProperty テストアンダーラインレフノードと記述し、プロパティのテストアンダーラインレフノードを取得します。if not prop プロップイコール comp.createProperty と記述し、プロパティが存在しない場合、プロパティを作成します。参照型のプロパティを作成するため、ref と記述します。参照型は、コンポーネント、ノード、フィーチャーなどにアクセスでき、ドロップダウンリストで選択できます。今回は、ノードを参照するため、タグ内にノードと記述します。プロパティの名前は、テストアンダーラインレフノードとします。コンパイルボタンをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウのプロパティの表示がオンになっていることを確認します。プロパティを展開すると、テストアンダーラインレフノードが追加されていることがわかります。テストアンダーラインレフノードには、ヌルが割り当てられています。ブロックから他のコンポーネントのノードを参照するため、ロボットを追加します。ホームタブを開きます。E カタログのタイプ別モデル、ロボッツを展開します。ビジュアルコンポーネンツをクリックします。ジェネリックアーティキュラテッドロボットを追加します。ブロックを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウを確認すると、テストアンダーラインレフノードが表示されます。ドロップダウンリストを開くと、3D ワールド上で使用可能なすべてのリストが表示されます。ドロップダウンリストの選択肢の中から、ノードを選択することができます。ドロップダウンリストの横のアイコンを選択し、3D ワールド上のコンポーネントをクリックして選択することもできます。アイコンをクリックします。3D ワールドにマウスポインターを移動させると、選択できるノードを示す赤い境界線のボックスが表示されます。ロボットのアクシス2を選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのテストアンダーラインレフノードを確認すると、ロボットのアクシス2が選択されたことがわかります。参照型プロパティを使用し、リストのプロパティを作成します。画面左下の Python スクリプトのウィンドウを開きます。プロップアンダーラインリストイコール comp.getProperty テストアンダーラインリストレフノードと記述し、プロパティのテストアンダーラインリストレフノードを取得します。if not prop アンダーラインリストプロップアンダーラインリストイコール comp.createProperty と記述し、リストのプロパティが存在しない場合、プロパティを作成します。リスト型のプロパティを作成するため、リストと記述します。参照型プロパティを使用してリストを作成するため、タグ内にレフトノードを記述します。プロパティの名前は、テストアンダーラインリストレフノードとします。プロパティに表示するノードのリストを作成します。アップイコール getApplication と記述し、アプリケーション情報を取得します。ロボットイコール app.findComponent ジェネリックアーティキュラテッドロボットと記述し、
コンポーネントのジェネリックアーティキュラテッドロボットを取得します。ノードアンダーラインリストイコールロボット .find ノードアクシス2ロボット .find ノードアクシス4と記述し、ノードのアクシス2と4を取得します。プロップアンダーラインリスト .value イコールノードアンダーラインリストと記述し、プロパティのリストにアクシス2と4を割り当てます。コンパイルボタンをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウを確認すると、テストアンダーラインリストレフノードが追加されていることがわかります。テストアンダーラインリストレフノードには、アクシス2と4が入力されています。参照型とリスト型のプロパティを作成する方法は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。